さて、今日はですね、僕の視聴者さんの中に、いいカメラを買ってね、動画を撮って、いざ編集しようと思った時に、それが Vlog 風のコンテンツだろうが、YouTube のレビューだろうが、シネマティックな作品だろうが、ドキュメンタリーだろうが、とにかく、意外とね、おしゃれに編集するのって難しくねっていう風に、きっとね、思ったことあると思うんですよ。例えば、ちょっとしたテキストアニメーションでも、ダヴィンチの標準タイトルとか、ああいったものを使っちゃうと、ぶっちゃけダサいなっていうそうなってくると、じゃあ自分でゼロから作るのかというと、いや、それもね、なかなかダヴィンチだとフュージョンって、結構ね、ハードルが高いというか、なんやったら触ったことないなんていう人も結構いると思うんですよ。そうなった場合ね、もうテンプレートにこれは頼るしかなくなってくるんですけど、今日は、ここ最近僕が結構よく使っていて、すごくおすすめできる、おしゃれで、なおかつカスタマイズ性の非常に高いね、テンプレートを取り扱っている、モーション VFX をちょっとね、紹介していきたいなというふうに思います。聞いたことある人、見たことある人は結構多いんじゃないかなと思うんですけど、このね、モーション VFX が、一体どんなテンプレートを取り揃えていて、そのカスタマイズ性だったり、あとは、日本語環境でもね、ちゃんと使えるのかっていう、そのあたりを今日は、じっくりね、解説していきたいなというふうに思います。じゃあまず、モーション VFX は、ファイナルカットプロ、ダヴィンチ、プレミアとかアフターエフェクトといった、主要な動画編集ツールのテンプレートを、多数取り揃えているんですけれども、よくあるね、サブスクリプション系のサービスでダウンロードできるものっていうのは、結構、当たり外れっていうのが、多かったりするんですけど、モーション VFX はどれも本当にね、クオリティが高くておしゃれなんですよ。映像のジャンルごとに、テンプレートっていうのがパッケージ化されていて、例えばかっこいいミュージックビデオを作りたければ、この M ミュージックビデオ2だと、フィルムマットやオーバーレイエフェクト、いろんなね、トランジションやタイポグラフィー、あとは疑似的なカメラワークみたいな、本当ミュージックビデオで使われているような様々なタイプのテンプレートっていうのが、パッケージとしてね、一つにまとまっていて、これ一つあるだけで一体ね、何本ミュージックビデオが作れちゃうんだっていうぐらい、本当デザインとかテイストがね、統一された、本当様々なテンプレートが詰め合わせになってます。他にもおしゃれ旅系 Vlog に特化したものだったり、YouTube のレビューやチュートリアル、お料理系のコンテンツや車関係の映像といった、それぞれの映像にね、すごくマッチしやすい雰囲気で作られた、様々なタイプのパッケージっていうのが揃ってます。で、他にもテーマ関係なしに、例えば、タイトルだけとか、エフェクトだけとか、あとはそのトランジションだけといった、テンプレートのカテゴリーごとに、大量にね、詰め合わせになっているパッケージなんかもあったりします。で、それぞれのパッケージごとに値段っていうのは変わってくるんですけど、だいたい100ドル前後ぐらいで販売されていて、2個買うと 10% オフ、3個買うと 15% オフ、で、5個以上買うと 20% オフといった割引もあります。しかも、アフターケアがすごくしっかりしていて、例えば購入したパッケージにバグがあったりだとか、あとは編集ソフトのバージョンが上がって動かなくなっちゃった、みたいなことがあっても、しっかりとアップデートっていうのもされていくので、サブスク系のサービスからダウンロードしたものとは違って非常に安心できるかなというふうに思います。このストアで購入すると、専用のインストーラーに購入したパッケージっていうのが出てくるので、ここからインストールやアップデートっていうのも行います。で、ここでインストールしたときに、そのテンプレートの中で使われていたフォント、これもちゃんとね、一緒にインストールされてくるので、いざ使ってみようと思ったときに、フォントがなくて、あれなんか全然雰囲気違うな、みたいなことにならないっていうのも、これもね、サブスクサービスとは違うところですね。インストールが完了すると、ダヴィンチのエフェクトパネルのタイトルやトランジションといったセクションに、このモーション VFX が追加されてます。例えばね、この M タイトルリファインドってやつ、これはね、すごくスタイリッシュでミニマルな感じが好きで僕購入したんですけど、ちゃんとね、こうやってホバーすることでプレビューすることもできて、で、これをタイムラインにこんな感じにね、放り込んでやると、この右側のパネルの一番上には、アニメーションのインアウトのチェックボックスがあって、
例えば、終わりの部分のアニメーションだけは別にいらないやっていうことであれば、このチェックを外すことでできますし、あとこのタイムライン上で長さを変えたとしても、アニメーションのスピードが変わっちゃうとか、破綻することなくしっかり使うことができます。ただ、ダヴィンチのこういったテンプレートではあるあるなんですけど、前の部分のね、長さを伸ばしたいときに、この時には、この左側の部分をドラッグして引っ張るんじゃなくて、全体を一旦左に移動させて、スタート位置に持ってって、で、そこで後ろ側、ここを引っ張って、全体の長さを調整するっていったやり方をしといた方が、基本、ダヴィンチのフュージョンっていうものの構造上を、そっちの方がね、無難かなというふうに思います。そして、このコンテンツコントロールでは、全体のポジションとか、サイズ、ローテーションが調整できて、その下で、個別のね、テキストブロックの調整ができます。で、ここで好きな文字に、打ち替えればそれで OK なんですけれども、もし仮に日本語が使いたいっていう場合は、日本語に対応したフォントを選ぶ必要があって、その時にフォントによっては、微妙にサイズとかね、位置が変わってしまうので、これはもうテキストごとに、そういったね、サイズとか位置の微調整をしてあげる必要があります。ただこれね、何度も使いたいっていう時に、毎回これをやるとめちゃくちゃ面倒なので、そういった時は、一度調整したものを、このタイムライン上からこっちのパワービンの方に放り込んで、で、2回目以降は、このパワービンの方からタイムラインの方に持ってきてやると、一度調整したものが、もう毎回、もうすぐ使えるようにね、準備が整った状態になっているので、こっちの方が楽かなというふうに思います。で、他にもね、僕結構いろいろ購入したんですけど、いくつか紹介すると、このね、M ドキュメンタリーっていうのがね、結構かっこよくて、例えばね、このテキストなんですけど、時間の変化っていうのをテキストで演出するやつはね、結構よく見かけたりすると思うんですけど、これ系はフュージョンでね、作ると地味に面倒で、多分ね、手動で、使い回せるような、マクロを作ろうと思ったら、もう1時間とか平気でかかっちゃうと思うんですが、これだと、ここのスライダーから、例えばこの2025年みたいな感じで調整してあげるだけでね、すぐ簡単にできちゃいます。さらにね、もっと凝ったね、ちょっとアニメーションもあって、例えばね、映像の一部をフリーズして、で、その中から、こんな感じで人物を切り出してね、フィーチャーするようなアニメーションみたいなものもね、簡単に作れちゃいます。これはね、ただマスクで切り出すだけじゃなくて、フロントとバックグラウンドのスケールアニメーションを微妙に変えて、パララックス効果っていう、これも、ゼロから作るとなると、すごく面倒なんだけれども、ただ、やればね、確実にクオリティが上がるっていう、ちょっと凝った演出っていうのも、すごく簡単にできちゃいます。ただ、このエフェクトは、人物を勝手に検出して切り出してくれるとかっていうわけではないので、そのあたりは多少手動でやらなきゃいけないんですけど、やり方は非常に簡単で、まず、この映像の中の、フリーズさせたい部分っていうのは、これはダヴィンチの機能を使って、こんな感じでフリーズさせて、で、このフリーズさせた尺に合わせて、アジャストメントクリップっていうのを追加します。このアジャストメントクリップに、さっきのエフェクトを、適用してあげて、そしたら一旦フュージョンに行って、マジックマスクを追加して、人物をこんな感じで抜き出したら、最後にこのマジックマスクの、出力部分と、こいつを繋いであげることによってね、簡単に適用することができます。で、これね、説明されないと使い方、多分わからないと思うんですけど、モーション VFX はすべてのパッケージにちゃんとね、チュートリアル動画っていうのが、用意されているので、英語にはなるんですけれども、ただね、映像の中の、操作をね、見ているだけでも、十分ね、理解できるかなというふうに思います。で、他にもね、僕のお気に入りは、このね、M トランジションペーパーリップっていう、紙を破いた感じのね、これまた作ると非常にめんどくさいようなトランジションパッケージだったり、ローワーサードっていう、画面の端とかにね、出てくるようなテキスト、これの詰め合わせパッケージを何個か購入したり、あとやっぱり YouTube とかで、カメラ系のレビューだとかチュートリアルを作るっていう時に便利な、M YouTuber とか M チュートリアルっていうようなものもあるので、カメラが好きという方は、せっかくだったら自分もね、みんながやってるように、YouTube でチュートリアルとかレビューとか何かしら発信してみたいな。でも自分の得意分野じゃないんだけれども、やっぱり自分のコンテンツとして何かアウトプットする場合、ある程度のクオリティは担保したいなっていう時には、これね、すごいおすすめなんじゃないかなというふうに思います。
そこまで YouTube したコンテンツじゃなくても、ちょっとした映像作品を YouTube や、他にも、ショートとか、あとはリール、そういったところで最初のタイトルがバーンって出た時に、おって思わせられれば、視聴維持率って伸びると思うんですよね。なので、そこはやっぱりね、こだわった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、このタイトルパッケージだけでも、すごくね、おしゃれでかっこいいものがいっぱいあるので、おすすめなので、ぜひね、使ってみてほしいなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上になるんですが、まだまだ紹介しきれなかっためちゃくちゃかっこいいテンプレートパッケージっていうのは、本当いっぱいあるので、ぜひね、概要欄のリンクの方から、このモーション VFX のストアの方に飛んで、どんなやつがあるのかなっていうのをね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい。というわけで皆さん、それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。